これから読み上げる3つの場面にはある共通点があります。どれも指輪物語で皆さんよくご存知の場面だと思います。ごく簡単に紹介しますが、どんな共通点があるか考えながら聞いてみてください。1つ目はボロミルがフロドから1つの指輪を奪おうとしたこと。2つ目はサルマンの命令によってメリーとピピンがウルクハイによって捕らえられたこと。次はフロドの冒険の最終局面なので、まだ指輪物語を読んだり、その映画版を見たことがなければ、ここで止めることをお勧めしますが、3つ目は滅びの亀裂でゴクリがフロドから指輪を奪い、喜びのあまり体勢を崩して奈落へ落ちていったことです。この3つの場面の共通点の性質は、ローハンの古いことわざである悪意はしばしば己を損なう、つまり悪意が悪を絶やすことはたびたびあることだと言い表せると思います。沖の下のチャンネルでは、ご覧くださる皆さんと一緒にトルキン教授の作品を楽しみ、作品に託された精神を探求しています。今回はこれらの場面においてどのように悪意が己を損なうのかを振り返った後、視点を変えてこのことわざと中津国の世界創造とのつながりを考察します。どれも偶然に見える出来事ですが、トールキン教授は重要なことを形を変え何度も描くことがあります。目立ちにくいですが、物語全体を支える音楽に例えるなら通奏低音のようなものです。トールキン教授は自身の作品の読み方を読者の自由に任せたいと書き残していますし、私もここで紹介する読み方を唯一の正解として扱うわけではありません。ですが、指輪物語は長編でつながりを見つけ出すために繰り返しじっくり読まなくてはわからないことも多いです。指輪物語の精読はとても楽しいことなので、ぜひおすすめしたいのですが、細部を見逃してしまうことがあるのもまた事実だと思います。ですので、この動画を正解不正解というよりは、トールキン作品をご自身で読み解く手がかりにしてもらえたら本望です。このチャンネルはいわば小さなトールキン読書会のような場所です。よかったら作品やこの動画のテーマについてのご感想を一言コメント欄に残していってください。作品を愛好する方が語り合う場所になれば嬉しいです。それでは先ほど取り上げた3つの場面を悪意はしばしば己を損なうという視点から詳しくおさらいしていきましょう。1つ目はボロミルがフロドから指輪を奪おうとしたことでした。この場面は旅の仲間がアンドゥインのネンヒソエルのほとりパルスガレンにたどり着き、その後の道筋について決断を下そうという時に起こります。ここまでガンダルフに代わって一行を統率してきたアラゴルンは最終決断をフロドに委ねます。しかしフロドは心を決めかねて1時間一人で考える時間をもらいました。フロドは仲間の元を去り、一人で林の中を当てどもなくさまよいます。ボロミルは密かにその後を追い、フロドがミナスティリス行きを選ぶよう説得を試みます。しかしフロドは拒否します。そして指輪の話題に及ぶと、ボロミルの話しぶりには熱がこもり、感情は高ぶっていき、次第に狂気が彼を襲い、フロドから指輪を奪おうとしました。フロドは指輪を使って姿を消し、ボロミルから逃れますが、指輪の魔性がすでに仲間内にも働きかけたことを悟り、彼は旅立つ覚悟ができました。ボロミルが囚われた指輪の魔性によって、指輪それ自体が破壊される道へと一歩前進します。この構図は悪意が己を損なう展開と言えると思います。2つ目はメリーとピピンがウルクハイによって捕らえられたことでした。フロドとの話し合いと乱心の後、
ボロミルはパルスガレンで待つ仲間たちのもとへ一人帰ってきました。フロドが指輪をはめて戻ってこないことを知ると、仲間たちの間には突如としていわれのない動転、もしくは狂乱が起こったかのようにアラゴルンを除いて皆飛び出してしまいます。フロドを探しに行って離れ離れになってしまったのです。メリーとピピンはフロドの名前を叫びながら走り、突然多くの集団の中に突っ込んでしまいました。多くは少なくとも100人はいて、アラゴルンの求めによって駆けつけたボロミルの救援も虚しく、ボロミルは殺され、メリーとピピンは捕らえられてしまいました。そのオークたち、ウルクハイたちはサルマンから命令を受けていました。サルマンは彼らを信用せず、指輪のことは秘密にしていました。ただ小さい人族以外は全部殺せ、小さい人は生かしたままできるだけ速やかに連れて帰れと命令をしたのです。そしてオークたちは主人の真の目的を理解せず、ホビット族のメリーとピピンを捕らえたことで任務を果たしたと考え、アイゼンガルドへの帰途へと着きました。サルマンが一つの指輪を自分のものにしようという悪しき試みは単に失敗するだけではありません。メリーとピピンは真の指輪所持者であるフロドの身代わりとなって敵の目をくらませることに貢献していると言えるのではないでしょうか。悪意はしばしば己を損のうと言える場面の3つ目は、コクリがフロドから指輪を奪い奈落へ落ちていったことでした。フロドとサムは度重なる危機と苦しみを乗り越え、最終目的地である滅びの亀裂にたどり着きました。しかしフロドは指輪を捨てることをしません。フロドが指輪は自分のものだと宣言して指輪をはめたとき、ここでついにサウロンは衝撃を持ってフロドに気がつき、自身の敵の策略を初めて理解しました。姿の見えないフロドのところへコクリがやってきて取っ組み合い、フロドの指を噛み切って、コクリは束の間再び指輪を手にすることができました。彼は喜びのあまり奈落の淵で体勢を崩し、甲高い悲鳴を上げて落ちていきました。こうしてサウロンの一つの指輪はなくなり、それとともにサウロンの力の大部分が永遠に失われました。3つ目は指輪物語の根幹に近い部分なので、前の2つよりじっくりと振り返りますが、コクリはホビット族の別れのストゥア族で、悪徳を持ってはいるものの、初めからすっかり悪い生き物だったわけではありません。ホビット族にも心根の優しい者もいれば意地悪な者もいます。コクリの場合、彼を堕落させたのは一つの指輪の発見という出来事でした。それから数百年の後、コクリがビルボと出会った時のことをガンダルフはこう想像しました。思いやりのある声を再び耳にして、正直なところ気持ちが良かったのじゃなかろうか。エミュンムイルでフロドに追いついた後、おそらくコクリにはビルボの時と同じことが起き、過去からの光を感じたのではないでしょうか。コクリはフロドとの旅を通して善に立ち戻るかどうかというところまで来ていました。ですが、ある弾みによってコクリはそれを差し控え、シーロブのことを知らないフロドとサムをトンネルへ案内するに至りました。コクリには滅びの亀裂の直前で最後にもう一度だけ悔い改める機会があったと読むことができるかもしれません。悲しいことですが、コクリにはもうそういう選択をする力は残されていなかったようです。それでもモルドールの国内でフロドとサムの秘密の旅の形跡を引っかき回し、そのせいで多くの追跡が困難になったことも、ささやかではあるものの悪意が己を損のう行動だったと言えそうです。コクリは指輪を自分のものにしたいという一心で、フロドから暴力的に指輪を奪いました。それは間違いなく悪しき行為でした。ですが、コクリのこの行為によって、
ほぼ困難と思われた。エルロンドにもガンダルフにも見通しが全く立たなかったフロドの冒険の成就に貢献したのです。少し脱線しますが、フロドの冒険の成就については、ガンダルフの憐れみの実践、またはフロド・バギンズの成長で考察しているので、ご興味があればこの動画の後ご覧になってみてください。指輪の力を求めたボロミルの狂気がフロドの覚悟を定め、サルバンの指輪への欲望が指輪所持者から注意をそらし、やはり指輪を欲しがったゴクリがフロドの旅の目的の成就に寄与したという3つの場面を振り返ってきました。こうしてみると、悪意はしばしば己を損なうという老藩のことわざは、単に老藩で言われているだけではなく、中津国でまるで通奏低音のように作中で繰り返し見られる事象だということが見えてくるのではないでしょうか。でもこれらの場面を注意深く観察すると、悪意が悪を絶やす以上のことが読み取れるように思います。犠牲や苦しみは確かに伴います。ボロミルやゴクリのように命を落とした者もいますし、メリーとピピンのように危険に身をさらし、辛い目に遭うということもありました。それにフロドとサムは誰から見ても絶望的な旅を経なくてはなりませんでした。このように悲劇があるにはあるのですが、個人から世界に目を移すと、単純に悪が取り除かれただけでなく、悪が善に転じていると見えるのがこの3つの場面だと思います。なぜ中津国ではこういうことがまるで原理や原則のように扱われているのでしょうか。その暗示はアイヌリンダレ、すなわちアイヌルの音楽に求めることができると私は思います。まだ読んだことのない方に内容をごく簡単にご紹介すると、アイヌールというのはバラール、マイヤールなどの精霊たちのことで、アイヌリンダレでは中津国を含む世界が作られるとき、音楽から始まったということが綴られています。この時、自分自身の考えを音楽に織り交ぜ、不協和音を奏でたのがメルコール、すなわちエルフ語で黒き敵と呼ばれるモルゴスでした。イルーバタールがメルコールを含むアイヌールに告げたことの中から、悪意はしばしば己を損なう暗示を見つけることができるでしょう。その言葉は初めて読む方、再読する方の楽しみのために引用は控えます。アイヌリンダレはシルマリルの物語で読めますし、文章はやや硬いものの短編なので、この後その部分を読んでみるのもおすすめです。悪意が悪を損ない、物事が善に転じるという展開は、物語の受け手にとっては善なる存在が善をなす以上の喜びを感じられるものなのかもしれません。このようにじっくりトールキン教授のテキストに向き合うことで、トールキン教授が一貫性を持って描き出そうとした世界の形が浮かび上がってくるようです。今回取り上げた悪意が悪を損なう場面、悪が善に転じる場面は他にも見つかると思います。もし思い浮かんだらコメント欄にその場面を書き込んでください。また今回のテーマにご感想をお寄せいただけたら嬉しいです。動画が面白かったり、新たな発見があったりしたら、高評価、チャンネル登録、ご友人への推薦をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。